こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャットなどをまとめてみていきたいと思います。ビットコインの価格は現在10万900ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では、米小売、米フィラデルフィア連銀景況指数、米新規失業保険申請件数などがありました。市場では、米小売の予想以下という結果と、FRB ウォラー理事のハト派の発言で、米ドル米金利が下落しています。で、そこに先日からの日銀の利上げ警戒などもあってですね、ドル円は155円台と下落してますね。ビットコインは米株とともに一旦調整となってますけども、若干強い印象あります。また米国の昨日の ETF のフローは、現時点では全体でプラス 0.98 億ドルの流入となってます。未だに流入維持となってますね。香港はゼロとなってます。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 1.5%、額としては641億ドル相当、比率として全体ではロングが 54.8%、バイナスミはショートが 52.7% と終えりになっています。今後の指標としては本日1月17日に米小売、米住宅着工件数、そして1月20日が米市場の休場日、1月21日に米大統領就任式、雇用統計、ユーロ、ドイツの景況感指数などが控えております。他各所の見解ではですね、2025年もビットコインが強い展開が続くとか、あとは日銀の利上げの影響でリスクオン資産が一旦下落するんじゃないかというですね、JP モルガンらの見解が注目されています。そしてオンラインチャン企画ですね、昨日の私の予想では、市場が金利に素直に反応する通常運転に戻ってるんで、米小売後の金利反発からの米株とともに調整にかけるということで、1月17日 AM6 時点のビットコインは昨日の 99,935 ドルよりも下という予想でした。結果としては米小売が予想以下、 FRB 理事の発言などもあってですね、金利が続落、そのタイミングでビットコインも米株とともに下がってるんですけども、その後強く保ってまして、判定時刻の1月17日 AM6 時点のビットコインは10万344ドルということで、昨日の 99,935 ドルよりも上なんで外れです。はい、続いて明日の予想ですね。上です。米小売も通過しましたし、単純にこの段階で10万ドル維持なんで、就任式まで強くなるんじゃないかなと思ったんで上にします。なので1月18日 AM6 時点のビットコインは現在の10万890ドルよりも上、これでいきたいと思います。指標としては本日22時半に米住宅着工件数が控えております。もうすでに上がり始めてますけど、連休前最後の米市場でどういう動きになるのか注目ですね。あとはイーサですね。イーサの価格は現在3380ドル、BTC 建ては 0.0333 と。先物の方では OI は全体でプラス 3.0%、額としては296億ドル相当。比率としては全体ではロングが 54.0%、バイナスビはロングが 81.2% と終えりになっています。昨日の ETF のフローは現時点では全体でプラス 0.55 億ドルの流入、香港はゼロとなってますね。イーサ関連の話題ではですね、イーサのガス代の上限を3000万から4000万に引き上げることをバリデータの 30% が支持してまして、50% 以上の支持で承認となることから、今後ガス制限が引き上げられるんじゃないかと見られています。BTC 建ては未だ 0.033 の攻防です。市場としてはこれから取り上げるアルト ETF の方に注目が集まってると思うんで、イーサにね資金が集まりにくい状況は変わらないのかなと思います。ずっとビットコイン次第ですけども、こちらも連休前最後の米市場でどのように動くのか注目ですね。あとその他の動向では、トランプ次期大統領が米国で仮想通貨の準備金の設立を考えているんじゃないかというですね、ニューヨークポスト紙の報道が話題になっています。これまではビットコインを米国の準備金にするという公約が話題になってましたけども、今回は USDC、ソラナ、XRP などですね、米国で発行されたコインを優先する準備器を設立するんじゃないかということで注目されています。昨日も別件で XRP 取り上げましたけども、この影響でまた XRP、ソラナが強くなってますね。あと XRP の先物 Y が 8H を更新したのも話題になってます。額としては76億ドル相当となってますね。こちらも再度 8H 更新できるのか注目です。また他のトランプ陣営の動きとしてもですね、次期財務長官のベッセント氏が米国が CBDC を持つ理由は見当たらないと発言してたり、ラミス上院議員が連邦預金保険公社 FDIC に対して訴訟を起こしますと警告したことなどが話題になっています。CBDC は国のデジタル通貨として
よく仮想通貨と対になる存在と見られてるんで、今回ベッセント氏がそれを否定したことで、間接的に仮想通貨を推す表現になってます。あと FDIC に対しての訴訟の件はですね、これまで米国では銀行側が仮想通貨系企業に口座を作らせないとか、仮想通貨業界を差別するためのチョークポイント 2.0 作戦というのがですね、裏で実施されてたんですけど、そのチョークポイント 2.0 作戦を広めるための文書を FDIC が隠蔽してたと、その隠蔽行為は違法ですと、訴訟しますよと、今回ラミス議員が警告しているといった状況ですね。あとはオクラホマ州のメイナード議員がビットコイン準備金法案を提出してます。これまでも他の各州でも提出されてましたけども、それに次ぐ動きとなってますね。トランプ氏就任式前ですけど、米国方面では仮想通貨業界にとって明るい動きがもう出ています。で、ただ暗い話題もありまして、米国の法律事務所バーウィックがパンプファンに対して法的措置を取ると発表しています。パンプファンはミームコイン発行プラットフォームとして有名ですけども、最近ライブ配信サービスを始めたことで、その配信者がトークンを買わないと虐待するとかね、その過激な配信をして問題視されてました。で、パンプファン側はその後すぐにライブ配信サービスを停止してるんですけど、今回バーウィックはその件に関して触れてまして、過激なライブ配信を通じて数億ドルの手数料を稼いだという視点からですね、パンプファンを訴えると表明して、現在被害者を募っているようですね。ミームコインがですね、市場を押し上げてきたフェーズもあったんで、結果次第ではこちらも市場に影響する可能性があります。まだいくら請求するとか決まってないみたいですけど、こちらの進捗にも注目ですね。あとは韓国のアップビットに業務停止命令が下されてます。約70万件の顧客情報確認を怠ったことでのマネロン防止違反。罰金が確定すれば最大6ヶ月間、新規顧客との取引が制限される可能性があるとされています。最近韓国方面からのアルトの開発も目立つんで、結構大きいニュースかなと思うんですけど、こちらもどのように着地するのか注目ですね。あとはテレグラムを介したマルウェアの感染が増えているという情報が流れてます。エアドロ情報などを匂わせたグループを作ってですね、ソフトをインストールさせて資金を抜いていると。被害は昨年から20倍以上に増加していると見られてますね。仮想通貨界隈もテレグラムの利用者多いと思うんで、こちらも気をつけないといけないですね。あとアルト関連ではカナリキャピタルがライトコイン ETF の 90B4 フォームを申請しています。市場では XRP ETF とソラナ ETF、どちらが先に承認されるか注目されてますけども、今回カナリキャピタルが修正された S1 フォームとこの 90B4 フォームを合わせて提出したことから、ライトコイン ETF が先に承認されるんじゃないかという見解も出てますね。ライトコインの価格は現在125ドル、時価総額は23位ですね。時間足、主足ともに抵抗あたりですけども、ここを上抜けできるのか注目ですね。あとはポリゴンがインドの通信大手ジオプラットフォームズとの提供を発表しています。インドの4億5000万人以上のユーザーに Web3 およびブロックチェーンサービスを提供するとのことです。ポルの価格は現在 0.48 ドル、時価総額は41位ですね。パフォーマンスいいアルトと比べると若干遅れているように見えますけど、こちらもここから挽回できるのか注目です。あとその他資金調達関連ではイートロが米国での IPO を申請したという報道が出てたり、ファントムウォレットが 1.5 億ドル調達、野村支援の狛犬が7500万ドル調達、ステーブル決済専用の L1、ワンマネーが2000万ドル調達、ウォレットコネクト開発のレオンが1300万ドル調達、メガイーサチェーンの DEX、GTE が総額1000万ドル調達、ソラナのソーシャルグラフプロトコル、タペストリーが575万ドル調達、Web3 ゲーム企業ハイブラブスが275万ドル調達を発表しています。これらの今後の進捗にも注目ですね。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。